今まで食べたうどんの中で一番美味しい。はい。お待たせしました。だしはどのぐらい取るんですか？多分あれでね、まあ、全部なくなります。400人ぐらい来るんで。卵用です。これ雑煮に使うんですよ。これともう一個別で炊いた醤油ベースのごぼうとこんにゃく炊き合わせて使ってる感じですね。なくなったらじゃあこんなし使う。俺飲んでよ、じゃあ。いや、じゃあ、また発注して炊かなあかんかも。
ざるしようね。高松の本店で明太作って。そうです。向こうで父親が製麺所があるんですけど、そこで前日の昼ぐらいに練ったやつを運送会社の人に寝かす時間を利用してで送ってもらってます。ちょうどいいぐらいになってますわ。だから届いたらね。まあお水はやっぱり香川の地元の水がね、はい、やっぱりうどんに合うてるんで。これぐらいのな、あんまり沸いてないところからこうどういうの中でほぐして、ほぐしてで沸かして、煮出したら甘濁らん。この時点で、
出汁取りながら管理できるようにしていったら美味しい出汁が出る、はい、それってでも向こうで出汁取ってるのに通ずるから、はい、お雑煮も出してるんですね。うん、香川のね白味噌のあんもち雑煮出してます。こんなにウケると思わんかったけど大阪で。今では結構人気メニューに。うん、1日120ぐらい出る。去年は3000食、今年はそれをさらに上回るペースやけど。おいくつになられるんですか？年は、50歳。あ、50歳。29歳の時から始めて。あ、そうなんですか。もう今で今年の4月で21年になります。高校卒業してから板前を5年やって、でその後父親のとこで6年うどん屋一緒にやって、でここへ開業したい。まあもともと子供の頃からもう家がうどん屋やったから手伝わされてましたけど。そうですね。英才教育ですね。嫌やったけどね。そうですよね。学生服に粉とかがねついたり、こう調理するのが好きやったんやけど。香川の方は朝ごはんとして食べるのが多いんですか？そうですね、あまりこう特にとらわれることなく四六時中うどん食べてる感じかな。喫茶店にもうどんがあるし、運動会の食い倒れ競争でもうどんがあるもんね。普通あんパンとかやんか。あんパンとか粉に入った飴とか食べるやんか。うどんがある。まあまあすごいうどんが熱い灼熱の中に置かれとるから食われへんのよ。さんって朝も早いですし、かなり体力仕事じゃないですか。そうですね。なんか今も21年は続けられてて、はい、なんでこの仕事をずっと続けられるんですか？いや、普通な答えになるかもわからんけど、まあうどんが好きなんで朝早いとか夜遅いとかそういうことって今まで苦に感じたことは一度もない。でもまあ20年前と違ってやっぱりね最近はちょっとコンディションというか、その辺は考えながらいかなあかんかなとは思ってます。もうなんか子供の頃から慣れ親しんだものやからなんかね、まあ讃岐うどんでね郷土料理じゃないですか。だからそういうのをやっぱり継承していくっていうことはこれからすごい若い子も関心が高まるんじゃないですか。こういう YouTube にしろ見てね。ちょっと麺は細めですか？ちょっと細め。結構讃岐うどんって太くて硬いっていうイメージ持たれてる人がいまだに多くおるんやけども、僕は小さい時からどっちかというとこう手打ちうどんでちょっとしなやかな喉越しのええいうかね、かまんで食べれるような本来の讃岐うどんの味は持ってるから。
ねえ、ありがたいことで。よく来られるんですか？まあもう長いお客さんで。はいはい最近ちょっと回数少ないんですけど、昔は月に5回ぐらいとかそうで来てますしたよね。ね。ね、結構うちは常連さん長いお客さん多いんで、はい。まあこうやって会話しながら。開店前でもどれぐらい列できるんですか？多い日で5、60人かな。週末それぐらい来て、で今日あたりなんかは多分30人ぐらいだと違うかな思うんですけど。結構早く注文聞くっておっしゃってましたね。そうですね。今のパートさんがもう今年で20年になるんですけど、ぶわーっとオーダー取って、はい。ほんでもうお客さんに座ったら極力待たさんように、もう料理うどんを提供してる感じです。待ってもらってるんでね、なるべくね早く食べてもらって、昼間だけで260から70麺用意してるんでね。うちのパートさんの動きが素晴らしいんで。夏に向いての。4分ぐらいでいいかな。はいはい。だいぶ早かった。45分前とかでしたよ。そうです。でも全然待つの辛くないですもん。いろいろ見れたり。楽しい。限定が今のとこ5つぐらい入ってますで、シャンポンが3入ってます。シャンポンが3入ってます。シャンポン3入ってます。3番目5番目大丈夫です。まだもうちょっと温めた。じゃあ相席テーブル3で。で次も3名。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、いらっしゃい。
よお願いします。最初限定ごまさん。これ煮る。お願いします。その3人とか4人とかおるところはたまらない。どっかどけてつけ麺準備して。ちゃんぽんは入れてんの？聞いてます。もうできたら1個出してくれていい？はいよ。もうちょっと左スープちょうだい。青に。ちゃんぽん。ありがとうございました。めっちゃ美味しい。私ら2人昨日も来てるんです。あ、昨日も来られてしたんですか？限定にして。白味噌のね、こんなお雑煮他でないでしょ。あんこの雑煮うどん。
だからこの限定っていうのは毎月毎年来るんで楽しみですよ。ああ、確かに。ここに何年も通ってはるからもううどん好きで。期待通りすごい美味しくて、私がいただいたのが、オリーブ豚のつけ麺、お出汁がすごい生姜が効いてて、麺もすごい熱々の状態で、お出汁もすごい熱々の状態ですごいハフハフ言いながら食べたんですけど、並んでる最中も注文聞いてくださってスムーズに注文したものも出してきてくださったので、すごく対応もいいお店だなって感じました。ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。すみません、毎度。今日はありがとうございました。お土産はいいね。ありがとうございます。美味しかった。毎年。毎年。この時期。何にしたんですか、今日は。これ。雑煮うどん。これ。最高です。いや、美味しい、毎年美味しい。変わらず美味しい。ご主人はじめスタッフみんな素敵な人ばっかりで、心休まります。雑巾で、雑巾ですね。お連れ様。まっすぐ。はい。この油が優秀。この菜種油。汚れないます。確かに。胸焼けしない。香りがいい。でも結構お高いんじゃないですか。倍ます。色が黄色みがかったでしょ。卵と薄力粉で作ってる天ぷらやから。ありがとうございました。今日はかけうどんのあったかいのの炊き込みご飯セットにしました。私も冷や天うどんの、炊き込みご飯セットにしました。インスタですかね。インスタで。美味しかった。美味しかったです。なんかねなんだろう、すごいなんか体にこう優しいようなこう味で、はい、美味しかったです。天ぷらも美味しかったです。麺がね、美味しかったですね。はい、麺が美味しかったです。今まで食べたうどんの中で一番美味しい。はい、美味しかったです。はい。冷や天うどんの大盛りです。今まで食べたうどんの中で一番美味しかったです。もう来てよかったです。持ち帰りです。はいよ、2個ね。はい、いらっしゃい。さあ、どうぞ。今日はおろしぶっかけ。一番お気に入りのメニューとかあったりしますか？おろしぶっかけ。おろしが乗ってて、お出汁とあとすだちをかけていただくんですけど、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ早いです。早いですよね。多分すごく連携がスタッフさんの連携がいいのかなと思います。すみません、毎度。
なかったと思う。結構皆さん雑煮うどんここでしか食べれない味って言ってますね。ああ、そうですか、そうですね。関西やったらここぐらいちゃうかな。香川行ったらね、何軒かありますけど。雑煮はちょっと人気なんで、1月、2月、2ヶ月ですけど、あと他は毎月変わっていってます。3月はもう決まってるんですか。3月はかすうどん。かすうどん。はいはいはい。大阪の。讃岐とコラボね。いいですね。4回じゃ2000円だと限定上がります。はい、お願いします。はい、すみません、お待たせしました。失礼いたします。はい、すみません、お待たせしました。ほんまに座った瞬間ですね。そうなんですよ。もう熱いなっていう時にもう入れて出す感じですね。ね、昔うどんは早い、安い、うまいってやったけど、安いはちょっと今ちょっとうちでは無理なんで、その2つは何とかやろうかな。6でいいですよ。1で。カウンター6の後です。ありがとうございました。11カウンター6から。はい。カウンター6きつね、カウンター4冷やし。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちくたまのちょうです。ちゃんぽんうどんっていうのは結構珍しいと思うんですけど、父親のお店から始めてて、僕が中学校1年ぐらいの時から、やり始めて、で地元でもあんまり他はないんですけど、ちゃんぽんうどんが一番名物になってるんですよ、高松のお店も。そうなんですか、はい、で大阪もそれを引き継いでやってきたんですけど、こっちもよく出る看板メニューの一つです。ありがとうございます。大阪つけ麺っていうのもかなり出てましたね、今。あれは僕が考案したやつで、はい、地元の豚肉使って、はい、まあ、今風なお客さんに食べてもらおうと思ってやったんですけど、意外と年配の人も喜んで食べてくれる感じで、はい、ありました。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。まだお願いします。自分が店出したら来てください。いつぐらいとか決めてるんですか？全然ないですけど、やっぱこう自分の納得いく技術つけてやりたいですね。まだまだなんで先は長そうですけど頑張ります。うどん坊っていう名前の由来は何なんですか？
綿棒言うけどね。その動画手打ちのね。じゃあもう今後も手打ちはやめれないですね。そうですね。はい。現役でおる以上は手打ち頑張ります。はい。まあ若い子が次世代の子がやっぱり育つような環境を作っていけたらなとは思って